手伸ばせ、手伸ばせ、手伸ばす、はい、手伸ばす。はい、すぐ出る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 、出る、はい。出る。左出る、右出る。腰そう。もう一回、逃げる、逃げる。もう一回、逃げよう。はい。顎引いて、顎引いて、足。いや、膝開かなきゃ危ない。歩き、出る。立て。出る、手出す、足出す。胸合わせてない。いける。構えて、はい、必要で腰ぶつける。やめちゃう。はい、立つ。しましたら、長く取ってないんだからね。足転べ。今度早く。我慢して。自分で構える。はい、push up。足を止めな、足を。どうした？そうだ。
今日のメニューは肉団子のちゃんこと、はい、唐揚げ、でカルボナーラホイコーローで卵焼きです。めちゃくちゃ美味しそうですね。ちゃんこ長がいつもこうやって送ってくれるんで、それでこの材料、下の子たちが結構材料とか切ってくれて、買い出しになんぼこんなん買ってきてとかやって、いつもこんな感じで前日に下の子たちが材料切ってくれるんで、あ、そうなんですか。はい、それで何人かでこう朝は回してるって感じですね。みんなになんでそんなの持ってんねん。肉団子用の、ミンチ肉なんですけど、ここでちょっといろいろニラとか、大葉とかいろいろ入れてきます。肉団子にってニラとか入るんですね。そうですね。うちの部屋はいろいろ野菜とか刻んで入れたりとかして、これ大葉っすね。僕初めて聞きます、肉団子にニラ。あ、ほんまっすか。はい。なんでニラ入れるのか知らないですけどまあでもうまいのは間違いないんで、年末年始って実家とか帰るもんですか？うちの部屋は29まで稽古して、で稽古終わってなんかみんなで掃除して、そこから解散して29からで集合が2日ですね。で3日から稽古なんです。で2日になんか先祖、あ、そうです。先代の師匠の墓参りに行って、それが恒例なんですね。恒例っていうか、まあ先代が墓入ったのが最近らしくて、そうずっと墓場所探して決まったから、はい。で稽古終わってから今回初めて。そして先代の親方が師匠の時は
先々代と先々先代の墓参りをやってます。そうです。師匠の師匠とかは結構行くことは多いですね。みりんです。今何を作って最近？これはあれですね、ちゃんこ鍋の味付けで、今日は肉団子なんで、はい。だし効いたちょっと甘い感じの、甘じょっぱい感じのあれですね、鍋ですね。結構うちの部屋だと団子人気なんで、ちょっと作ります団子。柄です。朝シーウさんがちゃんこ長は今ちゃんこ長は朝新庄さん。朝新庄さん。朝新庄さんはでも僕が料理教えたんですよ全部。あ、はいはい。ちゃんこ長のちゃんこ長みたいな。ちゃんこ長のあれですね、師匠。師匠。僕親離婚して一時期親父と2人で暮らしてる時期があって、それでなんか毎週日曜日はお前作れみたいな。あ、家で小学生の時に。で料理人だったんで。ちなみに親父さん何の料理人なんですか？なんか普通居酒屋っていうかそんな感じの店長かなんかしてて、だから調理師免許とかも持ってたんで、両親調理師免許持ってて。結構じゃあお父さんの料理教えてくれたんですか？あ、そうです。ちっちゃい時だから兄貴が僕年離れてて、11上と13上だったんで。3人兄弟で？3人兄弟で、だから親離婚した時にもうあれ成人してたから、普通に家で出て兄貴たちは。で僕ちっちゃかってで親父と2人で暮らすってなって。それ小学生とか？小学校4年生ですね。そっから料理やってるのすごいな。料理ってまああれですね。最初に作れるようになった料理なんですか？いや僕白い米があんま好きじゃなくて、だから丼物とかめっちゃ好きなんですよ。親子丼とかカツ丼とかそういうのめっちゃ好きで、そういうなんかやつからなんか出汁の取り方じゃないですけど、からなんかいろいろ教えてもらって、だからその醤油1に対してみりんと酒こんだけ入れるとか、で本だしはこんだけとか、そんなの教えてもらってたんですね。であとは濃さは自分好きなようにしろとかいろいろ言われてやるようになりました。なんか絶対絶感とかありそうですね。いやいや、そこまでか。はい。でもなんか美味しいところ行ったら何入ってんねやろなとか結構大体当てるんですか？当てるじゃないですけど考えちゃうっすね。ああ、なるほどね。そういう視点で料理を見てるんだ。だからなんか料理がほんまに学生の時とかもちょっとやってたっすけど、そんなガチガチじゃなかったんで、でもやるようになったらなんかこう食べる時もいろんなことを考えて食うようになったんで、やっぱそれはそれでおもろいっすね。ネギ、ニラ、大葉が入ってます。これもともとうちの部屋でやってたんじゃなくて、はい、僕学生の時からずっとやってるやつなんで。あ、そうなんですか。そうそうそう。で味噌入れたらいいとかは、全部その先輩とかに教えてもらったりとか、兄弟子に教えてもらったりして、なんかでいろいろ工夫して、今の形になりました。相撲だけじゃなくて料理もってことですか？まあそうそう、料理もやっぱこう見よう見まねじゃないですけど、先代のちゃんこ長に魚のさばき方、さばいてるとこ見せてもらって覚えたりとか、そんな感じだったです。味噌入れます。団子に。肉団子になるんですか？団子に、はい。これが先輩から味噌入れた方が美味しい。あ、そうそう、味付けを、そうそう、味噌で教えてもらって、でそこからうまいってなってやるようになりました。あとマヨネーズ。あれですね。結構団子自体にしっかり味付けちゃうんで、でこれを鍋に
入れるとまた鍋の味がちょっと決まるじゃないですけど変わるんですよ。でも団子の時っていつもちゃんこなくならへん。なくなるっすね。なくなるよね。なくなるっすね。もう人気メニュー。鍋の中やったら1番2番争うぐらいの人気メニューだと思います。今もう形こねてって感じですね。そうですね。形大体一口ぐらい、まあ、はい普通の醤油多分大きめなんですけど、はい相撲部屋なんで、もう大体でもこう感覚でもうやっちゃいますね。本当はスプーンとかではいやったら綺麗になる、丸くなるんですけど、やっはい。ぱこうこれだけじゃないんで、他にもいっぱい作んなきゃいけないから手でもうパッてやっちゃいますね。いつも団子だけではい。 7キロ8キロぐらいあるんじゃないですか。それは言い過ぎか。5大体キロ5キロぐらいは絶対あるんですよ。大体何個くらいなの？いやもう数じゃなくてもう重さで豚肉何キロと鶏肉何キロをミンチにしてるとかそんな感じなんで、稽古とかと一般のお客さんとか見れたりするんですか？うちの部屋今講演会の方はい。をにしか今稽古見学をはいさせてなくて、はい。あとそうですね、だからもし稽古見学興味あれば部屋の講演会お願いします。見ているだけでお腹空いてきますね。ほんまっすか。はい。結局なんかでも僕らとかも作って満足しちゃうんで、あ、そうなんですか。そうそうそう、なんかもう味分かっちゃうじゃないですか、ん自分で作ってたら。その中でパターンがある。その悪口とか書いてんねや。そんなこと書いてない。大葉50枚みじん切りはやばい。今日は差し入れでいっぱいもらったんで、はい。で今日出すってことで焼いてます。マジででもうちの部屋 YouTube 撮るからとか言ってさ、もう変わるわけじゃないもんな。何も変素わらない。のままやもんな。その状態で出して。はい。毎日こんな感じになるんですよ。そうっすよ。はい、変わらずです。編集するってことは大変だと思います。もう音声出すと BGM とかになるやつ、そのうちな。BGM です。本当はフライパンでやった方がいいんですけど、量多いから、鍋で一気に焼いちゃいます。これは何を作ってるタイプですか？これはホイコーロー。これやばいやろこれ。キャベツでーす。4パン作る参考もしないからいらんの。いや夜ちゃんと作ってんだったら別に4パンとか作ればいいけどさ。あれだし、都内の人。俺らの県内。どこで撮った？普通に運転所までに穴入って受け付けるとこで、コメントを欲しい。時短ですこれが。うちの時短のコツですこれが。
知ってる？でもちゃんこ長、時短ちゃんこ長言ってるやん。ちゃんこ長、普段はもっと時短するらしい。ウーバーで。めっちゃ面白いから。そうなの。運がいいね。俺がね、許可取ったね、花の森に行ったんで。で、ああ、ちょっとよかったね。今20です。はい。お、竹の子あるやん。ミキマルあれちょうだい。ホイコーロー。はい、今日は唐揚げです。こんな量ありますね。そうですね、やっぱうちの部屋ってはい。他の部屋より力士多いんで、しかも今日わんぱくの子たちもなんですけど、多く来てないと足らないんですよ。だから今日は材料費として多分6キロ分来てると思うんで。これ大体何人分なんですか？俺でも乾麺で2キロなんで、まあまあいると思います。これでも完成です。鍋は完成です。何も見えへん。ステーキ逃げてきたから眼鏡忘れてた。ああ、そういうことね。横綱入ったタイミングだったからもう。今日は本部のオールスター。オールスター。オールスターだからもう最初明徳書いたの。もう一杯。2杯やな最初。スクランブルみたいに最初ある程度ね均等に。明日食べるわ。もう来てる。そう。はい、完成。あら、簡単。素晴らしいね。やらかした。あ、なんか肉がしなくて、それ系どっちか切られたので、今回ね、卵買ってきて、お客さんに買ってきて。なんか、あとどこだ？お金も稼げるよ、いっぱい。いくらになったら毎月100万もらえる。コーナーは聞いてない。ジャミーは食わない。どうした？やんないんじゃないですかね。ないですね。そうラーメンだったらラーメン用のちゃんこみたいなので。ラーメン用の味。トイレ。いや、あの人絶対窓開けて。はい。後ろ窓開けて。
時にやっぱり金馬に匂いつくんじゃないですか。自分に飯こうやってくる写真かもしれない。匂いがあれやろ。いや、やってください。それやばいっすね。ド M じゃないですか。いや、マスナス超痛いです。ちゃんと吉田キリの紹介です。神経ですか？汁もらっていいし。ちょっと手に流しなおかつ注意とちも辛くないバージョン。あ、やっぱ白菜。いや、行きましょう。もう決まるし。眠てたんですよ。じゃあ、痛くないですか。ブラザーこちらです。ブラザーさん、ブラザーさん。美味しいですか？めっちゃ美味しいです。いつもそんな映せへん話してる。そうですね。油でやられると。その氷水からね、風で引いちゃうの逆です。俺として油だね。氷と思ったらよくわかんない。いいんですか？ちもりもり。じゃあ、痛くないですかって多分言うてるんですけど、坊主になりすぎて。のりちゃん、米あげるよ。少しでいいわよ。一口ちょうだい。僕の箸でいいですか？本当に。レブリ箸でいいですか？僕の。いいですよ。まだ。助かった。俺も食えん。何かの携帯がある。大丈夫です。大丈夫です。これで大丈夫です。なくなるんで。ごちそうさまでした。早いよ。美味しかったです。早いよ。塩気うまいじゃないですか。ティッシュちょうだい。美味しいです。何が一番美味しいですか？まだ唐揚げしか食べてない。唐揚げ。ちょっとパスタ食べたい。ちゃんこの中で何が一番好き？ちゃんこの中で。何ちゃんこ一番好き？僕肉団子好きです。じゃあ今日が一番。 2番目ぐらい。2番目ぐらい。一番水炊き。鶏チリ、豚チリです。なんで僕もそういう方も知ってる。美味しいですか？うまいっす。なんか野菜のうまみ置いてる。めっちゃ美味しい。美味しかったです。受けません。100万いくには300万になるかな。ハムそれ火止めろよ。はい。あ、ハムだよ。でもエンディングに使えばいいよ。それはありですね。夢を。めっちゃ恥ずいです。親父の声聞きながら。これは俺の親父。音楽なんか回答してない。唐揚げ美味しいですか？部屋の唐揚げ結構好きですよ。ちゃんこ鍋でいうと何ちゃんこが一番好きですか？
僕は今日肉団子好きです。肉団子好きですし、塩炊き、あとはイカが届いたらイカちゃんこっていうイカ味噌ちゃんこっていうのがあるんですよ。結構じゃあ海鮮のちゃんこ系もあるんですか？海鮮ですか？はい。海鮮があまり届くことがないので、ちゃんこはあんまないですけど、まあイカが届いた時はイカいっぱい届いた時はイカ味噌ちゃんことか、まああんまり食べれないですけど、結構レア的な。結構レアですね。あとは部屋伝統の湯豆腐とか。でも人によって結構ちゃんこの好きな味って変わるんですよ。変わると思うんです。親父は言ってないですよ。おそらく千代虎に一緒分けたよな。顔にうまいです。僕に似て僕と一緒で。